黒い水滴3。お母さん、もう歩けなくなるそうですよ。翌日になって病院にやってきたお父さんにそう告げた。もちろんお母さんが階段から落ちて病院に運ばれてすぐに連絡したけれどつながらなかった。お父さんは学会に行ってることになっていたけれどきっと愛人のところに行っていたのだ。最近はお母さんのヒステリーが一段とひどくなっていたのでお父さんは気の休まる暇もなかった。だから愛人のところで羽を休めたかったのだろう。お父さんは愛人に愛されていると思っているのだろうか。お金のないお父さんでも愛人になってくれたかどうかなんて疑問でしかないのに。男ってやっぱりバカだ。お母さんの容体を告げたらお父さんは驚いた顔をしているけどショックを受けているという風ではない。まあそりゃそうだろう。婿養子ということで常日頃お母さんには嫌味ばかり言われていたのだから内心いい気味だなんて思っても仕方がない。誰のおかげで病院長でいられると思っているのよ。あなたが今の暮らしをできるのは私の婿でいるからだからね。あなた、若い看護師と随分と親しくしているって噂だけど、もし私に恥をかかすようなことがあったらすぐにここから追い出しますからね。なんてことを毎日のように言われていたのだからお父さんには同情する。だってお父さんの気持ちは私にはよーくわかるから。あんたが生きていけるのは私のおかげだからね。学校で余計なことを言ったらただじゃおかないよ。うちから追い出すから。今日はお客さんが来るからね。あんたはお母さんは世界一優しいって言うんだよ。私も母に毎日のようにそう言われて育った。その頃学校で満月の夜にお月様に願い事をすれば叶うなんて話がまことしやかに囁かれていた。だから私は満月が来るたびにお祈りをした。お母さんが早く天国に行きますように。今思えば私はなんて優しかったのだろうと思う。あんな女地獄に落ちて当然だったのに。お父さん、これで少しはお父さんも自由になりますね。私が笑顔でそう言うとお父さんはちょっと戸惑うような顔をした。何を言っているんだ。私は別に。お父さんの気持ちよーくわかります。今までずっとお母さんにあんなひどいこと言われていたんですから、この際少しくらい羽を伸ばしても罰は当たりませんよ。羽を伸ばすなんて、私はそんなこと考えていないよ。
そう言っていたけど、その夜からお父さんはほとんど家に帰ってこなくなった。お母さんはしばらく入院することになったから、帰ってこなくても何も言われない。若くて可愛い看護師のところに行っちゃったのだ。お母さんは毎日のように、お父さんはどこに行ったのだと聞いてきたけど、お父さんは毎日お母さんがどうやったら元のように歩けるようになるかって、専門の先生を探して奔走していらっしゃるんですよ。と私が答えると、まんざらでもない様子だった。お母さんはお父さんが好きなのだ。結婚したのもお母さんが一方的にお父さんを見初めたのがきっかけだと聞いている。お父さんは無駄に見た目が良い。腕は大したことのない医者だと思うけど、その見た目で看護師や若い女性患者の心を射止める。そんなお父さんがお母さんと結婚したのは、お父さんにとっても大病院の一人娘のお母さんと結婚することは自分の将来にとってメリットがあると思ったからなのだろう。ただ、お母さんがあんなに嫉妬深いというのは想定外だったかもしれないけれど、お母さんはお父さんを地位と財力で縛ろうとした。それはお父さんにとっては耐え難いほどの窮屈な生活だった。他に癒しを求めても仕方のないことだ。とはいえ、いつまでもごまかし続けることもできない。いくら寝たきりとはいえ、お母さんがこの病院の実権を握っているのは確かだから、誰もお母さんには逆らえない。お母さんの亡くなった父親である前病院長は、政財界の人とも顔が利く、かなりの名士だったらしい。あの人はどこにいるの？一体何をしているのよ。毎日毎日そう聞かれるから、私もとうとうごまかしきれなくなって本当のことを言ってしまった。激高するお母さんの指示で、私は相手の看護師に会い、お金を渡した。金額は100万。封筒の中身を見て、相手は明らかに不服そうな顔をした。お母さんからの伝言です。これ以上騒ぐようであれば、もうどこの病院でも働けなくなりますよ。私の言葉に、相手は黙ってその封筒を受け取って病院を辞めた。お父さんの落胆ぶりは目に見えて伝わってきた。お父さんにとっては唯一の安らぎの場所だったのだ。かわいそうなお父さん。私が慰めてあげなくては。く。このお話は黒い水滴4に続きます。次の配信をお待ちください。この続きが気になった方はチャンネル登録してね。